西下歩塩田正宏です。今日は西田先生のところに、来ました。はい。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、西田先生は、ちょっとこの本にもこう書いてある通り、沖縄合従流空手と、中国武術、大統領合気柔術を、極められた先生なんですよね。で、今、70代半ばに迎えられて、で、パワーでこうやってきたその極真空手をだいぶ改革されて、年齢が50、60超えてもできるような空手をこう作り出していて、そこにね、僕としてはその合気道の秘密であったりとか、そういったものが隠されてるんじゃないかなと思いまして、今日はお話をお聞きできればと思います。で、そのパワー、やっぱ昔はパワーで、そうですね。やはり極真空手っていうとパワー空手、イコールパワー空手ですから、イメージですね。はい。私自身も体そんな大きくなかったので、その頃の試合は全部、無差別。今のように、体重別じゃないので、無差別だったので、私が70キロですと、80キロ、90キロの人間と戦わなきゃいけない。で、やはり当然、力不足を感じて、筋トレ、ウェイトトレーニングを、かなり練習したという感じですね。はい、西田先生に伺います。はい。ですね、先生のご著書を拝見しました。その中で先生は、他流の長所を学ぶ、それによって自流の足りないところを補うということをおっしゃっていました。で、先生が現在お考えになるんですね。他流、これをおそらく、沖縄の古流だったりとか、大東流だったりとか、中国武術だったりすると思うんですけれども、その、部分、と、それから従来のパワー空手の足りないところ、これについて、我々に教えていただければと思います。よろしくお願いします。そうですね。寸止めの空手に対して、実際に当てないと空手の実力って分かんないんじゃないかということで、フルコンタクト空手というのが誕生したわけですね。ところがそのフルコンタクト空手っていうのは、競技空手の方が主体になっていくことによって、その弊害的なものですね、そういうものが、少しずつ出てきたようにまず考えられます。で、本来の空手というものは、そのルールに縛られた、突きとか切りだけでなくて、目をつくことも、喉を潰すことも、後ろに回ることも、あるいは急所を蹴ることも、あるいは逆をかけることも、投げることもあった武術なわけですよね。それが安全性を担保しなきゃいけないもので、そのルールで縛り付けることによって、少しずつその空手の牙のっていうんですかね、そういう部分が薄れてきてしまったように思います。ただし、やっぱり競技空手が盛んになることによって、フィジカルの面ですね、筋力とか、あるいはスピードとか、あるいは心肺機能、筋持久力といったフィジカルの面は明らかに圧倒的に盛んになりましてきたように思います。ただし、稽古ということを、認識を考える、あるいは学ぶというような立場から考えますと、その、小が大を弱者が強者を制するという、本来空手が追い求めてきたものが、やはりこれも少しずつ薄れつつあるんじゃないかというのが、フルコンが盛んになればなるほど、相対的にそういうものが見え隠れしているようにも思います。で、その、例えば空手に先手なしという言葉があります。空手の方は全て受けから入っています。つまり、自ら先に手を出すんじゃなくて、降りかかる火の粉を払わざるを得ないという立場で手を出すという。ですから、受けから入るというのは、空手に先手なしという一つの哲学的なものですよね。それから、沖縄の首里城というのがありますけれども、その首里城の入り口に守礼の門っていう門があります。そこに大きな
額がかかったんですが、そこに守礼の国という、文字が書かれています。つまり、礼を重んじる国で誓った武術、空手だからこそ、礼に始まって礼に終わるという一つの、武道哲学がここからもあるわけですよね。そういう意味で、古本が盛んになればなるほど、そういうものが少しずつ薄れていっているような気がします。で、もう少し今度は中国美術から、空手を見ますと、護身養生という考え方があります。護身術の第一義というのは、病気、病魔から身を守るということ。第二義的に、害力、暴力から身を守るということですね。大十流の宮城長寿先生に、空手とは何ですかという質問を、したところ、平時においては、身体をね、体と腹ですね、腹をね、急に際しては身を守る実なりということを申されています。ですから、これが、要するに護身養生という中国美術から見た空手術であったと思います。中国における、火山の五銀の儀ですね、あるいは、八段儀による気候健康法、それから、達磨が少林寺に残したと言われる液筋経、これによる液体、液骨、液筋というものによる健康法ですね。この液筋経によって、後に少林拳、あるいは太極拳が作られたということも言われています。そう考えますと、中国美術から見た護身養生というのは、人間の生命、命というものを強くする方法であったというふうにも考えられますので、どのような武術のどのような稽古であっても、我々の命、生命というものが強くなる方法であれば、どのような流派、どのような稽古も正しい稽古であるということが言えると思います。これが中国武術から見た護身養生じゃないかというふうに私は考えます。今、先生、すごく大事なことをおっしゃってくれたんですけど、結局ね、古本がだんだん盛んになればなるほど、その矛盾点が出てきたと。これね、もうヘーゲルの弁証法ですよ。何かっていうとね、例えば剣道でもね、なんで竹刀とか、ああいう防具を使うかとね、真剣はもちろんだけど、木刀でやってもね、命が足りないからああいう防具ができましたね。でも一旦防具ができると、もうその本来の息がだんだん時間が経って忘れられてくると、こうやってピショーンってこうやってね、あれで人切れないんですよね。だから戦時中に白兵戦でね、敵兵を切れないっていう事案が出てきて、それでもう一回戸塚の練兵場かなんかで居合をね、稽古したんだという話を聞いたことあるんですけど、だから最初のね、ルールができた時には、必然性があったわけですよね。だから例えばフルポンでも、例えばここから先で顔面攻撃しちゃいけないんですよね。でもそうするとね、だんだんぐーっとね、すごいローキックを出すっていう風になってくる。でもあれ、顔面良かったら飛び込んで顔面パシャってやっちゃえばやりづらいですよね。つまり、ルールによってファイトそのものが変わってくると。だから寸止めでも、こう、なんていうんですかね、なんで寸止めするかって当てたら命がいくつだっても足りないからですけど、でも引きながらこうやって一本とかいうのが出てきてね、それじゃ相手倒れんやろっていうね、そうなってくる。つまり、一旦ルールができて、しばらく時間が経つと矛盾点が出てくると。そういうね、正反合ってヘーゲルの弁証法でいうね、その反の状態ですよ。それを先生は痛切にお感じになって、で、これをじゃあどういう形で次の段階に持っていくかというね、だからその問題意識っていうのがね、これを武道をやる人は絶対ルールとか約束事の意味をね、忘れてるとね、いつの間にかね、形骸化するんですよね。っていうところですごく大事なことを今指摘してくださったと思います。そういう意味で稽古の意味ですね。稽古という字の意味が、古を考えるという、字の意味の中にあって、やっぱり古本が盛んになればなるほど、逆に言うと稽古、古を考えるということに、戻らないと、先生がおっしゃったような、その矛盾点で終わっちゃうというふうになるんじゃないですかね。本当に何でも、ボクシングも、じゃあキックを入れたらどうなってくるか全く変わってくるし、武徳でもね、行動家になって、
一本がね、首絞め落ちるまでとかじゃなくなったら、まあ、ルールが変わるのは当たり前で、ただね、今の時代確かに自分が一番強いプロだみたいな思ってる方も結構多いと思うので、まあ、合気道でもね、本当全然違うもんね、やり方がね。こういうことを思う気になる。ただ、本当に昔のことを考えて、まあ、残すべき伝統と、まあ、伝えるべき伝統っていうのは、やっぱ、まあ、先生考えられていて、で、そういったところってね、具体的なところはちょっと聞きたいなとは思うんですよね。実際、技の部分であったりとか。まあ、後でお話ししようと思ったんですが、はい、その共通性みたいなものは、武術の共通性みたいなものですよね。それが分かってくると、つまり自分の武道が正しいとか、向こうがダメだっていうじゃなくて、どこに同じ、その共通性があるかってことを、が分かったときに、これも正しい、あれも正しい、あるいはこれが足らない、あれが不足しているというような見方ができると思うんですよ。で、先生、昔の、空手と、まあ、今の空手こう変わったっていうんですけど、ちょっと一部だけなんか、演技をしていただければ。普通のマラソンですけども、力使ってこう、例えば相手リフトにしますよね。でこれでは相手倒れませんので、まあ、力を抜いて、これがまあ、軽力というか、まあ、全体力を使った時の突きですね。例えば、もう手刀で相手のこの首、筋を打っても、これも力ですから、これに少し力を抜いて、そうすることで、相手に倒すことが可能になります。鉄槌でもこれ、こういう技ですから、こう打っても、これは効きませんけども、少し力を抜いて、軽度を使うことによって、軽力を使うことによって、相手に倒すことが可能になってきました。また、突きでも、力でこう、受けている分には、これは、力の強い方が強いわけですから、この時に力を抜いて、まあこの場合ですと、大統領の連動を使って、相手とします。そうすることによって、今、ワンツーの時に、そのまま倒すことができるということです。先生、ありがとうございます。今の見て、やっぱり結構力が抜けるとか、昔はパワーとこうっていう表現が出てきたと思うんですけども、で、実際見てもね、重さが違うなっていうのは感じたんですが、次回の動画で先生、詳しく説明していただけたらと思います。先生、ありがとうございました。